こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛いイラストですよね。今回は京都デザイン&テクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。コメントいただいております。電気をモチーフにしたキャラをふと描きたくなって勢いで描いたものです。エネルギッシュでポップな雰囲気を出せるようにしたり、アホ毛やコンセント型の尻尾で電気をイメージしやすくしました。キャラクターの顔を斜めに描いた構図が苦手です。顔の中心線や輪郭のラインを引いた時点でバランスに違和感を感じてしまい、そのまま描き進めるのが難しいですとのことです。はい、とてもね丁寧に描かれていて、細部までね気を配れていますし、キャラデザもね可愛いと思いました。アホ毛の電気マークが可愛いですよね。さてこのイラストどのように添削していくかなんですが、僕がこのイラストを見てちょっと気になったのは、すごく元気の良さそうなキャラなのに、なんかその躍動感があんまり伝わってこないな、絵としての勢いがちょっとなくなっちゃってるなって部分です。はい、具体的にはですね、ご本人が意識して描かれた部分で言うと、エネルギッシュでポップな雰囲気を出したということなんですが、ここはねもうちょっと背景を見直すことでもっと強調できるのかなっていう部分と、あとはねこのキャラクターの顔を斜めに描いた構図が苦手っていうことなんですが、これはね顔を修正するのではなく、実はですねまずは体を修正することで自然とこれができるようになるっていう部分なんですね。はい、そうなんですよ。はい、実はですね顔の角度ってまずはじめに体を直すことが重要なんですよ。顔じゃないんです実は。はい、主にねその2点に着目しながら、この部分を今回は添削することで表現する方法をお伝えできればと思います。この動画を見ていただければ、なんとなくイラストが硬くなってしまって勢いが出ないよというお悩みを吹っ飛ばして、勢いのあるかっこいいイラストを描けるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、顔に角度がつけにくいのは体に原因があると言いましたよね。それはどういうことかというと、なんかですねあんまり顔に角度をつけなきゃいけない体の向きをしていないんですよね今。それもあって顔だけに角度をつけちゃうとちょっと変になってしまう。だから正面顔っぽい角度になっちゃっているっていうのが結果的にあると思います。なので最初は顔の修正ではなく体の修正、主にね体に動きをつけてあげる必要があると思います。体に動きをつけるってこれ以上どうすんのって思う人もいるかもしれませんが、今ですね体の中心軸を描くとこんな風にストーンとね愛字になってしまっているんですよ。これが動きを感じられない原因なので、こんな風にですね体を S 字にすることでポーズ自体は大きく変えなくても同じイラストで圧倒的に動きを感じさせる絵にすることができちゃうんです。嘘だー、ポーズ変えてないんだからそんなに印象変わるわけないじゃんって思いましたよね。はい思いましたよね。いえ変わるんです。はい、楽しみに見ていてくださいね。まずはねちょっとずつこの S 字に沿ってパーツを変形していきますね。はい、かなりね無理やりっぽく見えるかもしれませんが、最終的には違和感がなくなりますからね。まずは上半身を S 字に沿って変形しました。次に下半身を S 字に沿わせていきますよ。はい、こんな感じです。まだね間を埋めてないのでかなりね違和感バリバリだと思うんですが、ちょっと待ってください。もう少しポイントを解説したいと思います。顔にね角度がつけられないポイントとして、体に角度がついていないように見えるからだと言いましたが、もう一つ大きなポイントがあります。それがジャケットです。今ねこのジャケット着ていますが、添削前の方がわかるかな。ジャケットのこの前の部分、ここなんていうのかな、このフロントライン、ここの部分がですね両方とも前側で合わさってますよね。ほぼこれが正面感をすごく助長するんですよね。少なくともねキャラクターに角度をつけたかったら多少無理やりでもこうするといいです。はい、この奥のジャケットをめくってですね、ジャケットの裏地を見せちゃいましょう。この手前側はジャケットの表面、そして奥側はジャケットの裏面が見えていると、もうそれだけでね、この人はこっち向いてんのねと見ている人が感覚的に角度を感じてくれます。逆にね元のようにジャケットの表面が両方とも見えていると、感覚的にはですね正面なのねっていう感じが強くなっちゃうんですね。ここはね結構大きい部分なので、もしね角度や躍動感を強調したい場合にはこれを意識してください。すごくお手軽に躍動感を出せる部分です。で、違和感を取り去る前にですね、もう一つ角度をつけるポイントがあります。それは主に手首、足首なんです
ですが、躍動感があんまり感じられないな、立体感が感じられないなって思う絵って、大体ですね、手首足首がこんな風にですね、まっすぐなんですよね。この手首足首のラインがほら直線になっちゃってるんです。ここをですね、こんな風にこう楕円にしてあげる。ちょっとでいいです。楕円にしてあげる。こうすることで実は立体感ってかなり生まれるんですよね。実際にやってみましょう。こんな感じです。さて、それでは気になっている部分、パーツがバラバラになってしまっているので、ここ気になってますよね。全部つなげて間を埋めていきましょう。どうなるでしょうか。やってみます。どうでしょう。めっちゃ自然な躍動感生まれた感じがしませんでしょうか。僕ね、ポーズ自体は全然変えてません。 S 字に沿ってパーツを変形していっただけなんですが、でもかなりそれだけで自然な動きと角度が生まれたでしょう。動きがないって気にされている人は、さっきも言ったように元の体の軸がストンとね、まっすぐ I 字になっている傾向があります。ここを意識してみてください。でね、今体に動きがついたと思うんですが、顔はまだいじってませんでした。この状態で絵を左右反転してみましょう。皆さんどう感じるでしょうか。ドン。どうですか。なんかね、顔だけ角度を感じないというか、違和感が強調されたのがお分かりいただけませんでしょうか。そうなんです。さっきは感じなかった違和感が体の角度をつけることによってすごくね、こう強調されるんですよね。なのでこの状態で違和感を感じさせないように顔の角度を調整してみましょう。まずはね、髪の毛からいきましょうか。角度がついて少し横から見ている感じになるので、もう少しだけ後頭部の方が多く見えるはずです。こんな感じで、さらに顔の中身のパーツも角度に沿ってちょっとだけ移動させてみます。こんな感じです。ほらどうですか。これとこれ、これとこれ、ほらポーズはね、もうそのままなのに、なんかめっちゃ動きが追加された感じがわかるでしょ。S 字マジック、体で感じていただけたと思います。さて次は背景なんですが、実はですね、このイラスト動きをあまり感じられないのはほとんど背景のせいと言っても過言ではありません。なぜかというと、このね、後ろのドーンと真ん中に据えてあるこの四角ですね。これね、黒で四角い形って黒も重たそうな色だし、形もね四角でかっちりしているので、もうそれだけで安定を象徴させてしまっているんですよ。まずはそれを崩していく必要があります。で、こういうデザイン的な背景を描くときにね、ちょっと一つコツがありまして、大きなシルエットを最初に形作っちゃうといいです。どういうことなのか見た方が早いと思うのでやってみます。こんな風にあんまり安定しない形の方が躍動感は生まれやすいので、結構ね、こんな風に適当でいいので、なるべくシンメトリーになりすぎないように、左右対称にならないように、適当な大きな形の当たりを背景に描いちゃいましょう。ポイントはね、こう斜めのライン、こういう斜めのラインや、あとはこういう円形も取り入れてみると柔らかさとか動きが強調されていいです。キャラのね、躍動感を強調したい場合には斜めのラインを特にね、多めに意識してみてください。で、その上でまずは今描いた大きなシルエットの中身の色を実際に決定していきます。今回のキャラのテーマは電気がテーマということなので、黄色を多めにしていきましょうか。やってみます。
はい、まずは黄色い形をドドンと置いてみました。でまだね今描いたシルエットが埋まってないですよね。ここを何色で埋めていくかなんですが、黒がいい気がしていますね。黄色と黒ってね危険色って呼ばれる、見た人が思わずこう警戒してしまうような色なんですね。ほら自然界でも黄色と黒の虫とかって見た瞬間にやばって思うでしょ。スズメバチとか、その危険な感じが電気のイメージにぴったりなので、それを利用していきます。はい、もともとね書かれていたバーコードもここに取り入れてみました。さて黄色と黒だけだとちょっと単調なので、アクセントとしてもう少し中間の色を足してみたいと思います。やってみます。はい、こんな感じ。黄色と黒で大まかなイメージを作り上げた後、新たにね小さな形でその他の色を入れ込むことで、大きなバランスを崩すことなく単調になりすぎないアクセントを加えていくことができます。でさらに大きな形だけだと、今の段階だとねちょっとこう大味すぎる場合には、細かいラインとかちっちゃな形とかでリズムをつけてあげるのもおすすめです。やってみますね。はい、こんな感じ。さらにドット柄などを取り入れると、目に楽しいポップな感じも追加できると思います。やってみましょう。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。やっぱりねこのバッグの四角の安定感がなくなって、かなりね躍動感あふれる元気な感じに生まれ変わったのがお分かりいただけると思います。はい、ポーズはねもうほぼ変えてないのに不思議でしょ。今回の添削はキャラクターに勢いをつけつつ、角度や躍動感を感じさせるイラストにするにはどうすればいいのか添削させていただきました。特にね顔に角度がなかなかつけられないという場合には、そもそも顔に角度がつけにくい体の向きになっている可能性があると思います。そういう時にはまずは体に角度をつけて躍動感をアップさせてから、絵をねそこで左右反転してみてください。そうすると顔に角度がついていないことにめちゃくちゃ違和感が生まれますので、左右反転した状態で顔に角度をつけてみてください。改めてすると不思議と自然な角度が顔につけられるようになっていると思います。また顔の違和感を修正する動画としてこちらの動画も分かりやすいと人気です。気まぐれ添削200、顔が大きく見えるのはなんでですね。はい、こちらは顔の素体をねわざわざ抜き出して、ここがこうだから違和感が発生するんだよと、ちょっとマニアックなところまで切り込んだ回なので、ぜひねこちらもご覧ください。さらにあなたの理解度を高めることができると思いますよ。それでは最後にコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。